Hello, hello, hello! ニコニコチャンネルのニックです。で、今回はイギリスのお菓子チャレンジ編です。はい、スタート！はい、今回はニクがちっちゃい時から馴染みのあるイギリスのお菓子を紹介していきたいと思います。ただ、普通の紹介でつまらないと思いますので、イギリスのお菓子あんまり食べたことないパートナーの寮にチャレンジしてもらいたいと思います。はい、どうぞ。そうですね、今回は、イギリスのお菓子ということで、ちょっと楽しみ。絶対全然食べないからマジで。そうだね、まずはイギリスのお菓子はどう思いますか？なんかどのようなイメージ？イギリスのだとなんかシンプルなイメージがある。なんか上品なイメージ。ありがとうございます。そうですね。で、実は僕はこの前なんかスーパーこっそり行ってきて、でなんかニックが小さい時から馴染みのあるイギリスのお菓子をザ・イギリススイーツ、イギリスのスイーツ、そう買ってきました。いいねいいね。でこの中に入ってます。楽しみ。大丈夫？じゃあこれはスイーツをお菓子を1個ずつ紹介して、じゃあこの皿にのっけてってくれるの？ポンポンってポンってオッケー。いきたいと思います。これです。何これ？ペングイン。ペングイン。ペングインです。ちょっと開けますね。ちょっと待って。もう謎。最初から謎。ペンギン。じゃあ1個置いて。可愛くない？めっちゃでも可愛い。ほら見て。ペンギンのマークがついてて。見える？これ。ボケてる？ボケてる。ね。じゃあちょっと早速。いいよ、置いて。これはあなたの。あ、これ私の。じゃあ開ける前に。ちょっと待って。でなんかちっちゃい時よく食べてたんだけど、で実はこのペングイン、このパッケージに冗談が書いてあるの。へえ。そう。Why can't penguin fly? って書いてある。I don't know why can't penguins fly? で、どうするの？で、裏にBecause they are chocolate biscuit だってなんでペンギン食べませんかって書いてあるのに Because このなんかそれペンギンたちはチョコレートビスケットだから、つまりこの商品のジョークみたいな。そう、あんまり面白くないけど、でもこれあるから楽しい。子供たちはちそうょっと楽しめるのね。そう、じゃあどうぞ食べていい？じゃあいただきます。あ、でもなんか美味しそう、すでに。あ、そう。見て、ほら、チョコレート。普通の。どうぞ食べてください。美味しい。甘いけど、こうやって見て。なんかチョコレートコーティングされてビスケットで中にまたチョコレート入ってる。これ OK？ いける？面白いし。日本のお弁当と違って、なんかそのイギリスのお弁当は大体サンドイッチとリンゴかオレンジかわかんない、なんか果物系プラスちょっと甘い系、チョコレート系だからこれよく入ってたからさ。お母さんに作れたんだ。そうでやっぱなんかその食堂で友達と一緒に座って、でなんかこのくだらないジョークを言ってでみんな笑って、で楽しくいいねいいね。そうだから大人になっても必ず食べる前にジョークを読んで、あ、くだらねえってで食べる。今もくだらねえって思ったわ。はい、ペンギンでした。じゃあ一つ目でした。はい、これボンボンっていうんだけど、ボンボンこれストロベリーボンボンなんだけど、これもなんか昔伝統のあるそうなんだお菓子。でもこれ本当に絶対噛んじゃいけない。噛んじゃいけないよね。そう、怖っ。ハサミちゃう。ハサミ、あ、これ開けてあげるか。手で切ったら、賢いね。ありがとう。で、ほら、粉がついた。あ、もうでもいちごの匂いがする。めっちゃ。あ、懐かしい。食べていい？そう、どうぞ。くっそ。噛んだけなんだけど。噛んだけな。
でもなんかもうストロベリーって感じ。もうストロベリーパンチ。これなんで目が入ってるの？あ、いいよ、感じいいよ。うん。なんだろう。でもハイチュウみたいな硬いハイチュウ。あわかる？あ、はい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 。硬いハイチなんかちょっと舐めただけ、ちょっとなんかュウ。うん。 1分ぐらい舐めたら柔らかくなって噛める。だけどこれマジで危ない。うん。ね。だからすごい心配してたの。これなんか多分そういうなんつうの詰め物とかある人めっちゃ食べてる。ブブ、絶対ブブ。これすっごいなんだろう、くっついちゃうから、そう。この歯がこうなった時に持ってかれちゃうみたいな。そう、絶対危ないこれ。そう。でもなんか美味しいよ、うん。普通に。でもまあなんだろう、ボンボン。ボン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 。ボン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 。ボンボンでした。かもしれないね。イギリスに住んでる人はこれ絶対してると思う。うん、オッケー。はい、これです。そう、何？クリームエッグ。クリームエッグ。そう、クリームエッグ。もうなんか名前が嫌い、なんか普通に。そうそう。絶対にもう絶対甘いじゃん。で、これイースター限定なの。クリスマスが終わったら、このクリームエッグというお菓子が買える。あと2月2月3月、そいくらしか買えないんだ。うそう。中身こんな感じ。チョコレートね。もエッグ。うエッグだね。クリームエッグだからエッグの形を知ってる。ちょっとなんかそうだな。重たいね。重たい、結構重量あり。じゃあいただきます。ちょっと気をつけてね。ちょっとお皿で。エッグになってんだよ。ちゃんと白身と黄身があってた。もう歯が溶けそうな。うん、甘い。超甘めっちゃ甘いし、もい。これ見えるかな。うこの白何？これエッグだからエッグの白身。いや、わかるんだけど、多分アイシング。あれもうマジで大嫌いこれ多分。うわうわ。もう食べたくない。美味しい。マジか。食べちゃった。そうだって何年ぶりの。 3年ぶり？うん。あ、そうよかったね。なんかこのなんかあんま日本にさアイシングなんかアイシングってさ、日本だとさ結構デコレーションのみ使われる感じ。だからなんかもう丸ごとなんかコーティングするみたいなさイメージなくて、こっちのケーキって結構コーティングされてんじゃん、アイシングで。でもそれがすごいもう好きじゃなくて、もうめちゃくちゃ甘いから。でこれがもうそれがでしょ、だから要はこの中に入ってる。でだってチョコプラスアイシングの塊が中に入ってるってことでしょ。キャロリーやばい。カロリーやばいよね。やばみ。いやそう。まあでもイースターっていうイメージ。多分。今日で最初で最後のクリームエッグになりました。人生で最後の。そう。クリームエッグ。食べません。またビスケット系なんだけど、でもビスケットって感じのやつが出てきたね。これ超ビスケット系。これビスケット。ビスケット系。ジンジャーナッツ。ジンジャーナッツ。ジンジャーナッツ。って言うんだけど、これもちろんお弁当用じゃないよ。これ何を？アフタヌーンティーよ。アフタヌーンティーを。そう。なんかおばあちゃんのことを思い出す。おばあちゃんち行ったら出てくるみたいな。そう。どうぞ。これがジンジャーナッツ。こんな感じ。なんかもうクッキー、ただのクッキー。いや、ただのクッキーじゃねえよ。ただのクッキーじゃねえよ。見た目はただのクッキー。ただのクッキーじゃねえよ。ああ。匂い。いただきます。匂いは？ちっちゃい時は子供あんまり好きじゃないのこれ。これ美味しいかも。あ、ちょっと後味。なんか最初甘さきて、なんか後でちょっとなんかそのジンジャーの辛みがちょっとくるんだけど、なんか
超甘くないし、なんかちょっと辛いというか、ジンジャーが辛いというか、面白い。なんかレモンっぽい味しない？最初にレモンジンジャーみたいな。あ、レモン入った。あ、賢いね。賢いです。さすが日本人。最初にレモンの風味が来て、最後になんかそのジンジャーの辛みみたいなのが来る。あ、結構好きかも。ジンジャーティー好きだから、日本ってあんまりジンジャーティーってあんまり飲まない。ああ、そうだね。けどこっちの人すっごい飲む。なんか、だからその風邪用に、そう冬は特にね。だから結構みんな味が好きなんじゃない？そういうめちゃくちゃなんかティーに合う感じがする。おすすめ。で、そういえば特別な食べ方があります。ディップでしょ。どうだろうね。あ、おいしい。これはさ、イギリスなんだっけ？ディップするの？そう。あ、でもなんか美味しいかも。美味しい。でもやっぱこのブランドは結構ハイクオリティだから、あ、そうなの？ディップしても落ちない、崩れないね。崩れない、ただ安いやつ買ってしまうと、もうポンって。でもこれなんか多分ジンジャー系が好きな人おすすめ。なんか日本で住んでた時はジンジャーブレッド聞かなかったから、なんかジンジャーブレッド自体なんでジンジャーブレッドなのみたいな、なんで生姜ビッケットみたいな、そうなんかありえないみたいな思ってたから、なんか海外住んでからジンジャーブレッドとか食べるようになったから、海外来てから好きになったの、そういうのも。だからわかんない、まあチャレンジしてもいいかもしれない。ティータイムにぴったり。ティータイムにぴったり絶対。はい、ジンジャーナッツでした。まあいろんな新しいどうだった？経験として。まあなんか食べないから絶対買わないし自分で。だからまあちょっとまあイギリスに住んでるからさ、もう3年目だし、なんかいろいろ知っといた方がさいいから、今回ちょっといい機会に個人的には思いました。そうだよね。じゃあ今日はいろんなお菓子食べたんだけど、食べさせたんだけど、一番好きなのはどれ？なんか一番好きなのはこれかな。ジンジャーナッツ。これがなんかまたもしかしたら買ってもいいかなみたいな、個人的にはあった。でこれがまあ1番。2番は？2番はでもこれ意外に美味しかったよ。ああ、ペンギンね。これはちょっと食うって食べるってなるとチョコレートついてるからたりとか甘いからちょっと気にしちゃうけど、まあでも美味しかったし、あと意外にこれもなんか美味しかった。わお、それ意外。そう、なんかハイチュウっぽい感じ。なんかいろんな味食べてみたい。なんか口になんか砂糖はいらないけど、なんかすげえ個人的には好きだった。なるほどね。意外。そう、意外よね。でもまあ今日はいろいろイギリスのお菓子を。そうだね。だってもし馴染みがないと買わないじゃん。そう。そうだね。馴染みがあったからね。そう。あ、こういう思い出あるから、じゃあ絶対これ寮に食べさせると思っていろいろ買って、なんかこの話ができてすごい。思い出シェアで。思い出シェア。知らない部分知れたからよかったね。なんかリクのチャイルドフッドのメモリーズ。このお盆にある僕のメモリーズ。でもいろいろ聞けたしね、いろんな話。そう。とてもよかったです。はい、イギリスのお菓子チャレンジでした。いかがだったでしょうか？そうですね、今回はまあ肉がちっちゃい時馴染みのあるお菓子をパートナーのように紹介できて、皆様にもなんかその紹介できてすごく嬉しいです。まあそうですね、もしかしたらこの中皆さんが食べてみたいものがあるかどうかわからないんですけど、もしこの中食べてみたいお菓子があればぜひコメント欄に書いてくださいね。もしくはあなたが一番好きなイギリスのお菓子も書いてくれればすごく嬉しいです。で最後にチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではまた次回でバイバイ。